それでは早速シンポジウムの方に入りたいと思います。で、第一席としまして私の方から、お話をさせていただきたいと思います。で、このシンポジウムでですね、子どもの力に託す未来ということで、今子どもの教育に求められているものというものを、お互いの講演の中でですね、そういうことを例を出して最後にそれをまとめていきたいということでございます。で、私がちょっとこういうことを思い立ったのがですね、たまたまほぼ1年前になるんですけど、去年の4月に、庭でですね百日草という草花が生えてきたんです、芽が。で、これをですね植え替えたんですね。植木鉢の方に出てきたんですが、植木鉢に出てくると1本ぐらいしか1本の、1つの植木鉢に1本ぐらいしか、育てられないので、残りのやつをですね地面に植えたんですよ。そしたらですね、しばらくしてみたらみんなダムムシがたかってっていうか登ってダメにしちゃったんですね。これはと思いまして、それでネットでダムムシ退治用のお薬とか、そういうのを探したんですけど、その時にですね子どもさんたちが自由研究なんかのテーマにですねこのダンゴムシを取り上げて、そしていっぱい論文を発表してられるんですよね。発表してたんです。これを参考にということで実験を入れ始めたんですけど、そしてちょうど気がついた時にですね、子どもさんたちがやって論文ができてるんですけれど、それを同じことをやってみようとこっちが思ってもなかなか再現性というか、同じやり方がわからないんですね。っていうのは記録が非常に部分的だというようなことがあります。ですからこれはもっと次の人がやるためには、そういった記録をしっかりしておくことが必要じゃないかというふうのを感じたわけですね。それからもう一つはネットの上で見ることのできる子どもさんたちの、論文、これがやっぱり非常に不完全なと部分的にしか見せてくれないところもあるわけですよ。で、そういうことからするとですね、他の子どもさんたちが参考にするのにももっとしっかりしたものが必要じゃないか。それからもう一つはちょっとやってみると怪しいというか、そうかなと思うようなのもあるので、それをやり直してみたり、そういうようなことをやったわけですね。だからそういうことで、そういったことの、新しい情報といいますか、子どもさんたちがやったやつも含めたしっかりしたジャーナルみたいなものを作っていくのが一つ、これからの問題としていいんじゃないかというふうに思いまして、そして、他のですね4人の先生方のことをちょっといろいろ調べてみましたら、同じようなところに到達するんじゃないか、結論に到達するんじゃないかというふうに思いまして、4名の方にお願いしております。で、そういうことで内容につきましては4名の他の講師の方のお話をお聞きいただきたいと思います。で、私がやっておりますあれは今朝の午前中の、子どもたちの面白いビデオにも出ておりましたが、ダンゴムシとワラジムシというので、これは見ていただくんですが、ここにですね、こうか、これずっとダンゴムシですけど、ここに1匹だけですね、こんだけ何匹かおるんですけど、10匹ぐらいいるんですが、1匹だけここにワラジムシが混じってるんですよね。で、これはこういう集団を作るというのは集合フェロモンというので集まるというのが言われておりますけれども、どういうわけか、ワラジムシがたくさんいて、そこにダンゴムシという光景はまだ見たことがないんですね。だけどこういうダンゴムシがたくさんいて、そこに1匹2匹少ない数の
わらじ虫がいるというのはあるんですね。これもなんか不思議というふうに最初思いました。それでネットの情報なんかをですね、調べながら子どもさんたちのやってるの実験をしてみました。そうすると大体こういうようなタッパーウェアにですね食べ物を置いて真ん中に、ダンゴムシを置く。そうするとバーッと、散らばっていきまして、何時間後にはですねどっかに固まって食べたりしてるんだと思うんですが、でこの時たまたままずしいたけから言いますと、しいたけほとんど集まっていません。だからしいたけは食べないのかなというこの時まず印象を持つわけですが、ところがですね子どもさんたちのデータの中にここにあるやつなんですけど、小学4年生の論文でしいたけは食べるとこう出てたんですね。これは食べるんだということでもうちょっと調べてみました。ゆっくり調べてみますとこういうふうにしいたけ、これ最初のしいたけです。で時間ちょっとするとすぐ集まってきて、すぐというかある程度集まってきて最終的にはこんなになっちゃうんですね。しいたけ食べるというこの子どもさんのなんていうか論文は正しいということになります。それと次別の先ほどの中にもちょっとあったんですけど、玉ねぎとかですね人参とか調べてみたわけですが、この小学5年生のこの生徒さんの論文の中ではダンゴムシもわらじ虫も長ネギ玉ねぎニンニク以外は全部食べたと。でこれがまたですね解釈がちょっと難しいですね。以外は全部食べたというんですけども、他にえのきさつまいもしめじとかいうのも一緒にやってるわけです。だからこんだけここでも6種類食材があるわけですが、この時に全部食べたとこういう全部はですねこの3つだけを指すのか、この長ネギ玉ねぎ人参ニンニク失礼長ネギ玉ねぎ人参以外は全部食べたというの全部はですね何を指すかというのは、この玉ねぎ全然食べなかったのか、一部は食べたけど全部は食べなかったのかという解釈も成り立つはするんですね。だからこれはだけど、一応これはニンニクは食べないという表現だというふうに解釈しまして、ちょっとやってみました。本当食べないのかなと。それでこれはニンニクの方にですね、蛍光色素をぶっかけましてつけまして、蛍光色のところをつけてラベルしました。でこれをダンゴムシに食べさせて糞を検出しまして、先ほど子どもさんたちにやっていただきましたが、ブラックライトで照らしてみるとですね、この糞が糞に蛍光が出てくるわけです。ということは確かにニンニクを食べたと。でもすごくよく食べるというのでもなさそうですよね。一部ですからね。でも食べるか食べないかで食べるというふうになるわけです。ですから先ほどのニンニクは食べないというのとちょっとやっぱり違うので、その辺もっとしっかりとしたその判断基準といいますかね、そういうことが必要になってくるということになります。でもう一つは今度は、この、先ほどと同じ方かな、これ、じゃがいもは食べないけれどトマトは食べるという同じじゃないと思いますが、ちょっとこれはつくばとなってますよね。これはアシゼコントなってますのでちょっと違いますね。別の方、別の生徒さんでこういうデータを発表してる。じゃがいも食べないとそうかなと思うんですけど、で一方でトマトを食べるというんですよね。どっちかなということで、それで、じゃがいもを見てみました。でじゃがいもも、この場合はですねオスとメスとで食べる食べないというのことがちょっと別に出てましたので、オスもメスも、どっちでも調べてました。で結果としてはオスもメスもですね
じゃがいもは食べるということになります。そうすると食べないっていうのはちょっと表現としておかしいじゃないかということになりますね。もう一つはトマトは食べるということでしたんですが、今度トマトは生徒さんはトマトを食べると言ってるんですけど、ネット情報ではですね、ミニトマトは食べないと、こういうデータが動画が出てるんですね。で、トマトとミニトマトってそんなもんで食べる食べないということが起こるかと思いますよね。でそれでやってみました。でネット情報ではこう書いてあるんですね。全く食べませんでした、見向きもせませんでしたと、こんな書いてあるんですよね。でこれはネット情報です。でこれを信じたら全く食べないかなと思っちゃうんですけど、実際やってみました。そうするとミニトマトです。ミニトマトを置いとくと小さくなってもうなくなってますね。そしてそのトマトの中に含まれているベータカロテンとリコピン、この2つが合わさったスペクトルがこれなんですけど、これが糞の中から検出されました。ですからこれは確実に糞の中に出てることはもうこのダンゴムシはですね、ミニトマトは食べたということになります。大きなと普通のトマトも食べるということが分かりました。ですからこれは先ほどのネット情報は間違っているということになりますね。で次に、ダンゴムシをどうやったら駆除できるかというのを見て、これもダンゴムシと駆除とか見ればいっぱい出てくると思うんですけど、ダンゴムシは、木作液あるいはコーヒー酢が嫌いだというわけですよ。だからこれをで効果的に除去することができますとこう出てるんですけども、それでそんな酢が嫌いなんだというのは可能性として高いと思いますが、それで実際に、片っぽはそのままです。片っぽを、酢につけたやつとこれを食べさせてみました。そうしますとほとんど、酢につけてないのはほとんど光るということで、これは食べるということに酢をつけていない普通の人参は食べるということになります。で酢をつけた方はですねこっちなんですけど、これこの1個はどうかという感じではあったんですが、ほとんどこれもちょっと怪しいのもあるんですけど、こんなことでやっぱり酢をつけると酢につけた人参っていうのはほとんどダンゴムシは食べないということになりますね。で、それが先ほどこれビデオで出てたかな、もうちょっと詳しく調べてみました。で、普通の人参と、それからこれは赤い方、それから黄色い方でそれと酢につけた方は黄色い方とやりますと、先ほどちょっとこれあったと思うんですけど、でこの逆をやった場合ですね、こっちが酢につけてない方、酢につけた方が赤く出るようにしてあります。そうすると少しだけですね、やっぱり、酢につけたやつでも食べるやつがいるということです。で、これは先ほどの糞のところで、ちょっとだけ染まったのがありましたから、あるとも符合してるわけですね。だから何匹かに1匹ぐらい2匹少ないやつは食べるわけです。ということになるとですね、酢が嫌いだからそれで駆除できるというようなことになるのかどうか、これが分からなくなります。それでじゃあその周りを避けてですね、そばに置いたやつさえも食べないかということで調べてみました。でここに脱脂麺みたいなものに、酢をそのままのお酢ですね、我々が使ってるお酢を置いてやりますと、でここに人参を餌として置きます。でここに
最初放つわけですね。ダンゴムシ入れますとダンゴムシずっと行きまして、それでやっぱこう行かないやつもいるんですけど、やっぱり行ってこう行ったりこっちのやつがやってこっちでしっかり糞もしてるんですね。だから乗り越えるわけです。その場所があってもそのところを乗り越えていくんです。でこっちはもう人参の方を巣につけたやつですけど、これ2倍かな、2倍か3倍ぐらいに薄めるともう全部いっちゃうんですね。それが平気なんですよ。だからお酢そのものは割とちょっとひょっとしたらその邪魔する可能性ありますけれど、もう2倍とか3倍に薄めたらもうほとんど効果がないということになります。そうするとダンゴムシが苦手とする酢を用いると効果的に除去することができます。これはできないと思います。そのものにですね、そのものが酢に使っている場合とかよっぽど濃い酢が周りにあればそれは除去できると思いますけど、やっぱり、ちょっとでも薄まったり周りにあるだけではですね、迂回して食べてしまいますね。ですからダンゴムシの好きなものも、お酢を使ってもそれは無理です。で、木作液でも同じようなことで、これは同じですね。ここに同じ染み込ませた、お酢を染み込ませただしみたいなものを置いて、でやると横を通ってすぐそばにある人参はですね、数時間後にはもうこうやって食べ散らかされてるわけですよね。そういうことで、木作液あるいはお酢もですね、ネットに書いてあるような情報の通りではないということになります。でもう一つがですね、この、キムチっていうのを置くとそばにいたそのダンゴムシが全部逃げたと、で隠れたというネット情報があります。そういうネット情報で動画がありますね。動画が出てます。ここに、あるものなんですけど、でこれはそのキムチのですね、ニンニクの匂いが非常に嫌いで、そのためになんていうかもう逃げてしまったと、こういうふうにニンニクのせいだというふうに一応コメントがついています。しかし先ほど最初の方にやりましたように、ニンニク食べるやつもいたわけですよね。だから食べるやつもいるのに全然逃げてしまうというのもちょっと不思議なんですが、それで先と同じようにですね、ニンニクつけたニンニクをここ置いて、そして、ここにダンゴムシを置きます。ここですね。ここにダンゴムシの集団を置きますと、もうここの隙間を通ってもどんどん行って、横にあってもですね、すぐ横にニンニクがあっても平気で食べてしまうんです。ニンニクのすぐそばにあってもすぐそばでもですね、ダンゴムシの食欲は旺盛であるということがこれで分かります。そういうことで、もう一つあるのかな。そういうことでですね、ネットの情報あるいは子どもさんたちの論文の中でも合ってるやつもあれば合ってないのもあるということになります。でこういったことをですね、もし間違った方だけの情報を子どもさんが見てたら違ったその印象を与えてしまうことになりますので、例えばニンニクはみんな逃げてしまうんだなという一遍インプットされますとですね、その後、そうでないというふうに思うのが大変になりますから、やっぱりどっかでですね、そういうことをちゃんと検証した記録を載せていくことが必要じゃないかと思います。でもう一つがそのダンゴムシとワラジムシでちょっと違いがあるかどうかというのは、子どもさんにいっぱいではないけどもある程度の論文が出ています。
で先ほどこれ午前中のビデオもあったんですけど、まあこの辺はいいか。中にですねこの、大根の方を食べるやつ、ほとんどはさつまいもが好きだけど大根が少し好きなやつもおるということで、まあ個性があるんですね。やっぱり中にはなんていうかみんな同じじゃないんですね。それで、他にですねそのダンゴムシとワラジムシと比べたような実験があるかということですが、これは武田直国先生がこれ知の回廊というところを出してられるんですけど、船虫からワラジムシそれからダンゴムシへとこう海から陸へ上がっていったというところで、その先ほどちょっと問題にしました集まってるか集まってないかという集まるか集まらないかというのを集合フェロモンというので集まるということなんですが、ただこの解説ですとですね同じ種類のものだけだというんですよ。だけど私から見るとどうもワラジムシもダンゴムシのとこ一緒に集まってんじゃないかと思うんですけど、もし同種のみっていうようなことになったらですねその別にコロニーとしてこうなるように思うんですけど、まあ、その辺今後の問題じゃないかと思うんですね。で、子どもたちの5年生がやってるあるいは中学生がやってるの中にもですねダンゴムシとワラジムシは運動能力や方向感覚などが違って、個体によってかなり差があると。で人間みたいに面白い。こう食べ物もそうだったんでいろいろ同じようなこう観点ですよね。それから、もう一つ一番私こう注目しているとこういうのはどうなるのかなっていうのを知りたいのがこの、ダンゴムシとワラジムシとか一緒にいる理由としてはこの集合するという一緒にいるという集合するという意味はですねこれは水分の蒸発を防ぐとかそういう意味もあるというようなことなんですけども武田先生によると。だけどだけどじゃない、そういうことですけど他にですねこの絵にたどり着くときにダンゴムシがまず先導してそしてワラジムシがそれを見つけたらすぐにこう一緒になって食べれると。そうすると私が疑問に思ってたたくさんダンゴムシのところにワラジムシがちょっとおるというのはですねそれなら説明がつくわけです。まずはワラジムシは自分であんまりよくうまいこと餌を見つけられない。それで、ダンゴムシが見つけたところをすぐにこう行くと。でそれはですねこの生徒さんの意見では亀跡にフェロモンがあるんじゃないかということで、このフェロモンとしたらなんかこのフェロモンとしてはダンゴムシとワラジムシとは同じフェロモンを感じ取ることができる。そしたら一緒のところにたまたま集まるということもできるということになるのですが、そういったことはまだ今後の問題として残されるわけですね。でそういうことでいろいろのこういうことを見てみますとこれはもう時間が来ましたので飛ばさせていただきますけれども、で、今日小林先生にもおいでいただいて小林先生2人おられるんで、小林弘成先生においでいただいてますが、そのダンゴムシを使った現場の実験ですね実習これをやった経験をお持ちなので後ほどこれを詳しくこのことについてもお話しいただけると思いますが、そういったことからしますとですね、実験方法の工夫とか観察をするとか結果をまとめるとかこれは子どもたちにそういう能力がもしそういうことやれば育つと思うんですよね。で自分で考えてどうしようというようなことになります。でそういう
ことをやってる間に子どもたちの科学的な思想を養うことができるでしょうと。それからまたそれを発表するとなると、それを発表するという能力もできてくることになりますね。それからそういうことができれば、今度他の問題が起こった時でも自己解決的に自分でそれを解決していこうという力も要請、問題提起された時にそれを解決していこうということも可能となります。そういうようなことで、ただ残念なことにこれまでの先ほど示してきましたように、そういう子どもさんたちが問題提起できるようなことを思ってたり、あるいは続きの実験をやってですね、現在別のデータを持ってたりしてもそれを発表する場がないですね。ですがそういったところを何か大人たちが工夫してやるということが一つ必要ではないかということで、私はその一つとしてその研究結果をですね発表できるようなジャーナルなど、これを子どもさんたちのからも、先生、指導される先生もいいですけども、そういった方が投稿していただけるような雑誌をこれから用意していくというようなことを考えておりますけれども、そういうことに対しまして4人の他の先生方もですね、どういうご意見をお持ちなのか、後ほどそれをお聞かせいただきたいと思っております。そういうことで、一応私のお話はそこまでということでですね、何かご質問がありましたら、それで最後にちょっとしてたな、最後にご清聴、これありと読みますが、ご清聴ありがとうございましたと。それであとこの講演の内容はですね、静岡県大学と健康ジャーナル、たまたま昨日でしたかね、ネットじゃないわ、何だったっけ、公表されましたので、ご覧いただければこれ出てくる。それから YouTube はいくつかご案内、小録集、用紙集につけてございますけど、そこをご覧いただければ見ることができると思います。どうも本当にご清聴ありがとうございました。それではご質問がありましたらですね、ちょっと時間、タイムがあれですけど、どうなったかな、いくつか2、3受けることは可能ですが、オンラインでこの今ご発表を配信させていただいております。オンラインの方、ここにいらっしゃる方と同じぐらいの方が今多分全国レベルでご参加いただいています。実は今この私が立っているところと講師が立っているところがカメラに映るので今ここに来たんですが、ちょっと実はですね、オンラインの話なんですが今発信してて、大学は他のところもですが年度の終わり頃にちょっとお金が余裕があるのか知らないんですけど、急にこのスピーカーの新しいのがですね 2,3 日前に入ったらしくて、実は音響の調節がうまくできないままこれは本番になっちゃってでだいぶ今調節井出先生がしてくれたんで良くなったんですが、実はオンラインでご参加の方には最初音が聞きにくかったことをお詫び申し上げます。会場の方は関係ないんですが、それでですね、ちょっとそんなこともあって、ちょっと最初私もまごまごしてて、オンラインで一つ伊勢村先生のご発表にご意見があったので、ご紹介しておきます。質問というのはご意見、感想と書いてありまして、ダンゴムシ研究、生成 AI ですね、生成 AI がこうした情報を収集して答えを作っているとしたら、相当誤差が出るだろうと思いました。ネット情報の危うさを感じましたという感想をいただきましたが、伊勢村先生、コメントございますか？どうもありがとうございます。まさにおっしゃる。こっちに立ってもらうとオンラインの方に買うのに。オンラインでちょっと慣れてませんのであれですけど、どこも見ればいいの？いやいや、あのカメラに入ってます。あちら。ありがとうございます。まさにそのように感じることで、今のその AI が作る回答としますとですね、それはもうバラバラになってくると思うんですね。で実際に例えばダンゴムシが
クロロフィルをどういうふうに消化するかというようなことを聞きましたらざーっと答えが出てくるんですね。でかえってどれを選んでいいか分からなくなるという状況にあることは確かです。従いましてある程度のですね査読者を入れたような形としたしっかりした記録というものを作っていくということがAI に任せずにやっていける方法だと一つだと思っております。